皆さんこんにちは、ジャック・モーザンの重雄と申します。本日ですが、こちらのモデルさん、今この長さですけど、こちらを、ボブスタイル、これぐらいの長さまでカットしていこうというふうに思っております。で、前から見ますとだいたい顎ラインぐらいの長さの設定で、後ろから見るとちょうど首ラインぐらいである程度丸みが出来上がるようなスタイルで、前に向かって少し前に下がるような形でのボブスタイルをカットしていこうというふうに思っております。では今シャンプーが終わりまして、これからカットの準備段階であるブロッキング、髪の毛を区分けしていきますけれども、最終的な仕上がりを考えて、例えばセンターパート真ん中で分けるのかサイドで分けるのかというのもこの時点である程度想像をしてブロッキングという作業に入っていきます。ではまずは分け目パートラインを決めていきます。このモデルさんの場合はこちら左側につむじがあります。このつむじのある場所ですと非常に分け目が作りやすいので、ちょっと左に寄ったところでのパートラインを作っていこうと思っております。これが事前のブロッキングとなります。このような形ですね。では、ここからカットの作業に入っていきます。で、スライスを取っていきますが、スライスの厚みは1センチから 1.5 センチ程度、髪の毛の厚みによっても変わってきますけども、このモデルさんの場合髪の毛は割と細いので、1.5 センチぐらいの、スライスの厚みでいいかと思います。で、このスライスを取る際ですが、最終的なカットのラインの仕上がり、だいたい30度ぐらいを目安に、これぐらいの角度ですね。でスライスを取ります。こちらも30度ぐらい、左右が同じ角度になるように。では、この後アウトラインですね、一番最後に見えてくる長さの設定をしていきます。で、ここから先グラデーションをしていくグラデーションカットになっていくんですが、基本的にはスライスに対して直角にシェイプをしてスライスラインに対して平行にカットしていくという連続の動作になりますが、1線目だけは前にこう下がるようなラインではなくまっすぐ水平なラインのアウトラインを作りたいので、1線目のみこのまま床に対して平行、水平でのカットというふうになっていきます。こちらこのまま水平にカットをしていきます。でアウトラインをしっかりとラインとして残すためには、肌にこうくっつくように段差がこう浮いて切らないように、切った方がラインは残りますが、この後エレベーションといって少しずつ高さを上げて切っていくので、今回の場合は指で持って指1本分多少浮きが出ても構わないのでまっすぐに切っていきます。これで1線目が出来上がりました。では2線目以降ですが、後頭骨と言われる一番後ろで出っ張ってる骨までの間、このネープのセクションというところまではエレベーションとかリフティングって言いますけど、指1本ずつこう引き上げながら切っていきます。これによってこのように引き上がった状態で切ってますので、落ちてくると段差がつきます。この段差がグラデーションというものになります。ですので2線目は1センチ 1.5 センチ程度ですねのスライスを取ります。同じようにハの字のスライスになりますね。で
1線目のカットしたラインをガイドにして、で最初にご説明したスライスのラインに対して直角にシェイプ、スライスのラインに対して平行にカットというふうになります。このままカットをしていきます。手の位置をずらさずシェイプをし、この時点でここにグラデーションが入りました。グラデーションというのはここで切ってますので落ちるとズレが生じる。では反対側ですね。同じく引き上げて、この引き上げる角度ですが、だいたい指1本ずつぐらい、指1本分ぐらいの引き上げで切っていきます。この状態で段差が入る、もうすでにグラデーションができているという状態になります。このまま3線目に続いていきます。同じように指1本ずつ引き上げてガイドラインに合わせてカット。このまま指を動かさず引き上げてカット。徐々に内巻きに入るボブンの形が見えてきています。反対側も同様ですね。指1本引き上げてガイドに合わせてカット。連続して引き上げた状態でカット。髪の毛を自然に立ち上がる状態に溶かし直して、今の仕上がりの状況を見ていくと。ではもう一線そのまま同じように指1本ずつ引き上げてスライスに対して平行のカット。連続の作業ですね。これでこちら側、ここにこう平行四辺形が出来上がるようなね形ですね。スライスと同じこうウェイトラインとよく言いますけどね、スライスと同じウェイトのライン、重みのラインが出来上がって内側に髪の毛が入ってくるというボブの形がこの時点で見えてきています。これで、ボブの形のベースにあたるものがもう全て出来上がってきているという形ですね。こういう状態で、最終的にはこのウェイトライン、重みのラインがそのまま前につながってきますというふうになります。では今後頭骨一番後ろで出っ張っている骨の高さのところまでエレベーション、少しずつ角度を上げながら切っていくというところまでは済みました。ネープのセクションと呼ばれます。この上オーバーセクションと言われますが、この部分少しだけ今までとカットの技法が変わってきます。今までは少しずつこう指を1本ずつですけどエレベーションとかリフティングと言いますが、上げながら切ってきています。ということはこのグラデーションの角度がだいたいこれぐらいの角度ってことになるわけですね。ですがこの上オーバーダイレクションと言いますが、ここで切ってきた後頭骨より下で一番後頭骨より下で切ってきた高さ、この高さに全てを合わせて切っていくということになります。よって今まで下のネープのセクションで切ってきたこの角度よりも上の部分の角度がほんの少しだけ上が長くなるような角度でこれからは切ってくるというふうになってきます。そのことによってここに出てくるウェイトのライン、重みのラインが少ししっかり見えるようになってきます。それによってボブの位置、どういう
フォルムを作っていくかというのがコントロールできるということになります。では、このまま上につなげていきます。この下の部分の高さ合わせてガイドに合わせてカットをしていきます。考え方としてはここに1枚の板があって、この板がスライスに対して直角になっていて、角度はこの下で上げてきた角度の場所にこの1枚の板ごと当ててきてカットをしてくるというような考え方ですね。これでボブのいわゆるウェイトライン、重みのラインができてきていますので、ある程度形がこのままこうつながってくるという想像ができますよね。ここまで来ましたら、このままスライスを取ると耳の上の方に連続したスライスというふうな形になっていきます。この際の注意点なんですが、自分がスライスを取る目の高さになった時には直線に見えると。で少し上から見てますと頭は球体で丸いですので、少しこうラウンドした形でスライスを取ることになります。ただし目の高さにすると直線な状態にあるというのを意識してスライスを取っていくことになります。で先ほど作ってきたウェイトのライン、重みのラインから、そのまま連続してサイドに入ってくるというような、常にここに平行四辺形が出来上がるという形を作っていきます。このまま真横から見ると直線上に見える下で作ったウェイトのラインとこのスライスのラインが平行であるという形ですが、これをちょっと上の方から見るとこう全体的にこう U の字に丸くなっていると、ラウンドしていると、このスライスの取り方をちょっと意識しつつ、でこの辺りから頭のこの範囲がこう広くなってきますので、それぞれこう引く。でスライスに対して直角なので前の部分は少し後ろに引くような形になっていきます。少しこのサイドのここはスライスに対して直角、若干後ろに引かれてカットをすることになります。このままトップですね。ここまで来ると、全てのベースカットが出来上がってきた形ですね。ではこの後ですけれども、今こちらが少なくてこちら多い、いわゆるヘビーサイドでここに合わせて切ってきてますので、このままこれを上に引き上げてくると右側の方が長めに出てくる。これがそのままにしておいて、常に同じ場所で分け取ればこのままヘビーサイドでもいいんですけれど、やっぱり分け目が時々変わってくるとなると、長い方の髪の毛がこっちに落ちてくると出てきてしまうので、この山になっているところ、コンベックスと言いますけど、このコンベックスをこう取っておいてあげないとどちらに分けても大丈夫なようにはならないので、このコンベックスを取る作業をしていきます。これをこのまま横に溶かし、だいたい同じように1センチ 1.5 センチ程度のスライスにして上に引き上げていきます。そうしますと見ていただいて分かる通り、こっち側のがこう長く出てますね。左側のサイドの毛よりもここがこう長く出ていますよね。形としてはこっち側がこう山になっている。ここに合わせてある程度上の部分を取ってきてあげる。ただしこれを横から見た時にこの引き上げた角度が前に行かないようにします。常に後ろ側に倒れるような形。というのは前下がりで切ってますので前の方が長いわけですよね。
なのでこれが真上になると前が短くなっていってしまいますよね。なので少し後ろに傾ける。そうすると後ろの辺の方が短くなりますよね。前の辺の方が長くなるので前の長さが維持できるということになります。なので少し後ろにシェイピングをすると。で実際カットする時の三角は左側の短いところに合わせてカットをしていきます。で落として確認をした時にこう出てこない丸みがそのまま維持できるというのを意識していきます。こうするとどこで分けても反対側から毛が出てこないですね。こっち側で分けても出てこないということになります。出てこないというのはこっち側がヘビーサイドでしたので、これをこっち側に落としてくると長い方の毛が出てくるという可能性がありますけどね。こう今の頭コンベックスを取ってあげればどこに落としても出てこないということになってきます。でこの後なんですが、今ウエイトのライン重みのラインがかなりはっきりと目立ってきてしまっているので、この目立ってきているウエイトラインを少しぼかしてあげて、若干丸みが出てくるようにというふうな作業をしていきます。まず最初ですけれども、この一番最初に切ったアウトラインの場所、少しだけサイドが長くなっていますよね。この部分ポイント分かりますかね。三つ襟と言いますけど45度に貼り付けるように溶かして、そうするとここに出てきている毛は三つ襟の毛になりますので、この三つ襟の毛を落としてあげる。先端だけで大丈夫ですので落としてあげる。こうするとこれを戻した時にとんがっている三つ襟の毛がなくなるわけですね。今度は最初にエレベーションでカットをしてきた後頭骨の部分から下、こちらですが、特に耳の後ろ、ここですね、この部分は厚みが出やすい場所なので、この厚みの場所どちらにしても上から毛がかぶってくると中側が目立たなくなりますので、あまりこの中側が厚すぎてボブで後ろに膨らみが出るといけませんので、この中身を少しすいたりとかしながら、毛量の調整をすることでボブの全体の形を整えていきます。で乾かしてからスライドカットなどをして毛量調整していく場合もありますけど、中側で見えないですので、セニングシザーズですね、すきばさみなどを使って中側の毛量調整ですねをしていきます。であまり根元の方からすきばさみを入れてしまうと、短い髪の毛が長い髪の毛の押し上げてしまってピンピンと出てきてしまったりして、あまり仕上がりが綺麗じゃないので、だいたい中間から毛先の方にかけて少しすきばさみを入れることで、この耳の後ろの場所が薄くなってきます。ほんの少しですけど薄くなってるのが分かりますかね。これを後ろのネープセクションのところは少しすいてあげる。これで左右の厚み感が変わったのがちょっと分かりますでしょうかね。で特に毛先のところに入れることによってこのウエイトラインを少しぼかしていくということができるので、これで後ろのネープセクションでウエイトライン、重みのラインが出ていたところが少しぼけてきて、肌にフィットするような形が出来上がっているかと思います。ここはもう髪の動きを自然に見ながら重いなと思うところを取っていくという作業になっていきますね。で上の部分オーバーダイレクションでカットしてますから、多少ね重みのラインが見えますけど、表面に入ってくる場所なので、この場所はセニング
とかを使わずに、チョップカットとかスライドカットとかいったような手法を使いつつ、全体をぼかしていく形にするとよりナチュラルになるかなと。一応ここまでですね。この後はドライをしていきます。では、今ドライをしただけの状態です。ネープの場所はですね、すでにこの中側の場所ですね、もうすでにある程度すいたりとかして馴染んできていますので、この上の部分ですね、この上の部分をある程度なじませるようにカットをしていきたいと思います。この場所ですね、この場所、このはっきりとブラントライン、カットしたラインが残ってしまっている場所、ここを少しこうチョップカットなどを入れてぼかしていくというような作業になります。このブラントのラインを取っていきます。これ少しずつですね、スライドカットなどを併用してなじませていきます。かなり先ほどよりもこのウエイトのラインが見えなくなってきてますよね。この最後の調整はできれば、ドライの状態でやる方が、しっかり仕上がりを確認しながらできるので、これでだいぶ後ろが馴染んできていると思います。最初に全てブローしてしまったりとか仕上げをしてしまう前にナチュラルなドライの状態でチェックをして、特に今この左のネープの場所ですね、ここの場所って生えてる方向がこう少し曲がって生えているので、どうしてもちょっとこう角が出てきやすいですので、ここはちゃんと左右の長さが違っても取ってしまっておいてあげた方が本人が扱いやすいですよね。これで左右どちらで分けても大丈夫になりました。さあこれでカットは終了になります。この後、ちょっとブローとか、アイロンとかを入れて形を整え、ちょっと髪の毛のツヤを出して、最終的な仕上げとしたいと思います。では、仕上げになります。表面の部分ですね、ちょうどこの上の部分だけ、少しアイロンを入れまして、若干髪の毛にツヤを出すような形にしました。フォルムそのものはもう乾かしただけという状態です。ブローなどもせずに、もうただ乾かしただけで、形になる。これがボブスタイルのいいところでもありますので。で、分け目なんですが、こちらもちろんどちらでこう分けていただいても大丈夫なようにカットはしてありますけれども、前髪に若干癖がある関係でやはり左側の分け目の方が綺麗に収まりやすいかなというふうに思っています。それと前髪がですね、もともとちょっと前髪として作られていて若干短い髪の毛がありましたので、この部分は少し毛先をすいたりとかすることで横の髪の毛になじませるようにというふうに処理をしています。それから横から見ていただいて分かる通り、このラインですねがだいたい前に下がる30度ぐらいの角度でカットをしています。それから後ろの部分見ていただくと分かる通り、顎先からこのボリューム感にかけてだいたい30度ぐらいで長さ高さがこうつながるように、カットをしてあります。このモデルさんの場合やっぱ顎先に向かってある程度髪の毛の長さがこう出てくると非常に似合うかなというふうに思ってこの高さでカットをしてみました。このまま一周回っていただくと、ウェイトラインがあまり目立たず、ボリュームの位置がしっかり顎先から通して連続してこう出来上がっていることが分かると思います。このような形ですね。前もしっかり顎先のところに沿うように、それとボリュームの加減ですがやはりトップにちょっとボリュームがこうあってですね、頭の鉢部分にボリュームがなくて、ちょうどエラというか顎の部分っていうんですかね、この部分にボリュームがある程度ひし形みたいな形が作れると非常に顔立ちにはマッチしてくるかというふうに思っております。それと最後にネープの場所なんですが、どうしてもモデルさんの毛の流れがですねこちら側にこう流れている形になるので、どうしても左側に髪の毛がこう寄ってきてしまいますので、若干右と左でいうと左の方が長さを短くはしてあります。少し薄くして短くしてありますけれども、自然に乾かした時にある程度まっすぐなラインが出るようにということで、そこら辺は微調整をしてあるというような形です。
もう一度一周回しますね。このまま回っていくとしっかり後ろのボリューム感から顎先のボリュームにつながるというふうにできているかと思います。では、本日はグラデーションボブスタイルということで、ご説明をさせていただきました。また次回以降違うスタイルで、ご説明ができればと思っておりますので、次回また楽しみにしていてください。本日はどうもありがとうございました。